はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発チームの石川です。今日はですね、埼玉県にありますラジコン館、吉見さんにやってきました。今日は7月8日ですかねに撮ってますけれども、平日たくさんの方がいらっしゃっております。はい、結構いらっしゃっているので、すみません、ちょっとお邪魔してよろしくお願いします。はい、それからなんかカメラの裏側にも後ろ側にも人はい、いらっしゃって、今日は平日ですけど賑わっている形です。こんにちは。はい。それではですね、今日は、最近ミニッツをですね始められた方がたくさんいらっしゃるんですけども、私もですね、ミニッツ RWD を箱出しで今日1台お持ちしました。ただですね、お店でこう買われて、お店にサーキットがあった場合でも、大体10人に2人ぐらいしかですね走らせにいらっしゃらないということで、ぜひですねミニッツをですねこういうコースで楽しんでみていただきたいなということで、ご紹介したいと思います。できれば今まだコロナですけども、この後、協商が開催するですねミニッツチャレンジとかですね、地元チャレンジとかの、ノービスクラスに参加してみていただきたいなと思ってますので、そこまでですねステップを追って、何回かに分けてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。それではですねちょっと車の方でちょっと近づいていただいて、今日はミニッツ RWD の、メルセデス AMG GT3 を用意しました。本当に今箱から出して、タイヤもノーマルです。でバッテリーだけ、狭小のスピードハウスに変わってますが、はい、これは狭小のもしイベントに出るんであれば指定バッテリーになっているクラスもありますので、ぜひお買い求めになっていただけたらと思います。そしてレディーセットなので、もちろんこの電池は送信機に入れないといけないですし、はい、車体にも電池をセットしまして、で何をしたらいいかなということなんですけども、最近ですね私老眼がひどくなりまして、老眼鏡と一つはこれ虫眼鏡なんですけど、どっちがどっちかちょっと分かんなくなったんで、これかけてみるとこっちが老眼鏡でこっちが虫眼鏡ですね。近いミニッツやるときはちょっと虫眼鏡もないと厳しくなってきました。はい、それではですねちょっと近くで見ていただくと、まず買っていただいた後にぜひやっていただきたいのは、ここのですね電池のバッテリーのじゃないやモーターのですねこの端子がどうしてもしっかり締まりきってないこともあるので、まずこの増し締めしていただくといいかなと思います。あとコードはですねここのクリップに挟まってるですけども、私としてはこれちょっと外してここ動くときにですね当たんないようにしていただいた方が後々のクラッシュした時の実は断線がしにくいっていうのもありますので、ボディつけるときに、挟まないような感じでフリーの方がいいかなというふうに思います。それからですねあと回していただいて軽く回っていると思うんですけど、ここの横にですね微妙にカメラ出るかな、これガタがあるんですね。このガタがない時っていうのがちょっとたまにありますので、その時はここのですねベアリングが奥まで入っていないというのもあります。なのでちょっとしっかりギュッと押してあげるとクキッっていう音とともにですねスルスル回るようになりますので、ご確認ください。それからフロントもですね、タイヤが回るわけですけど、ここのガタも微妙にあるぐらいに調整していただいて、ちょっとこれは付属のレンチじゃないですけども、ここのホイールナットで、例えば、これサイズが間違えてましたね。もう一個、こっちか、これもちっちゃいの、これだ、これにします。これで、緩みすぎるともちろん見ていただく通りガタガタになっちゃうんで、これゆっくり締めていってちょっと硬くなったところからちょっと戻す感じで微調整してあげると非常にいいかなと思います。でタイヤもですねちょっと工場でつけた時は若干ぴったりついてない場合もあるので、ぴったりホイールに合わせてあげるとノーマルでも最高の性能が出るか
いうふうに思います。それからあともう1個だけ、ここの締め付けなんですけども、締まってることは締まってると思うんですが、ネジを締めるときに必ず時計回りに締めますので、リアのユニットが時計回り側に傾いてつきやすいんですね。なのでこれも一回軽く緩めてあげて、ちょっとだけこっちに押してあげて、そして締め直してあげると、ここの後ろの軸とこの垂直がですね、90度になるように微調整してあげるととってもよく走るようになります。はい、ちょっと眼鏡が曇りまして見にくくなってるんですけども、まずはそのあたりをちょっと見ていただけたらと思います。そしてですね、次もう1点ちょっと行きたいなと思うんですが、次いよいよちょっと電源を入れてみます。はい、で買っていただいた時っていうのはおそらくここの電源を入れるとピコピコしてるんですけど、これはトレーニングモードというのになってまして、スピードがゆっくりな状態ですね。でたまにこれを解除しないでずっと使う方もいらっしゃるんですけども、ぜひですね、握っていただいたまま電源を入れると、はい、今度つきっぱなしになるので、これが本来のスピードになりますので、慣れたらぜひトレーニングモードを解除してお使いください。で続いて電源を入れていきますが、本体の電源はこちらですね。はい、こんな感じになります。で真上から見ていただいて、さらにここのステアリングのトリムを今、ちょうどボッチがこの辺にあると思うんですけど、ピン合うか大丈夫、タップするか、合わせていただいて、で、もちろんハンドルは動くんですけど、この時に今ハンドルがですね、ほぼまっすぐ向いてると思うんですが、これがですね、今ちょっと送信機切っちゃいますけど、どうしてもちょっとずれちゃってるよという場合ですけど、もちろんこの送信機側のトリムで調整してもいいんですけども、その前にですね、実は裏技というか、取説にも載ってるんですけど、まっすぐにですね、これ送信機まず切ります。送信機のスイッチは切ったまま、自分がここがまっすぐがいいっていう位置を決めていただいて、はい、そしてドライバーとかでなんとペアリングスイッチを長押しするとピコピコして、はい、これでこの今のステアリングの位置がこの車のニュートラルだというふうに記憶されますので、これをやると非常にいいんではないかと思います。その後はこのスイッチ入れてください。はい、そうするとランプが点灯に変わって操縦できるようになるという形です。それからもう1個いきましょう。ここにステアリングデュアルレートというトリムがありまして、はい、これハンドルを切ると、はい、車もちょっと入りますかね、ハンドルが切られます。そしてこれを減らしていくとハンドルの切る量が減るんですね。なので、最初のうちハンドルが切るとたくさん動きますけど、最初慣れるまでは少し減らしてあげた方が車がまっすぐ走らせやすくなります。しかしこれたまにねゼロにして忘れちゃう人がいて、これゼロにするとちょっとこれ動かないんですよね。でこれ今ちょっと仕様は直そうと思ってるんですけど、このまま忘れちゃってしまうとなんか壊れたって思われる方がいらっしゃって、ユーザー相談室に結構たくさん戻ってきてるんですけど、それはですね、実はこれがデュアルレートがゼロになっているっていうのがほぼなので、これを回してあげるとまたステアリングが動くようになるという形です。はい、ここまででね、走らせる前の基本動作チェックになりますので、ぜひですね、お手持ちのミニッツ RWD、FWD とか、そのあたりも同じになってますので、ご自分のですね車調節してみてください。それから最後にもう一個カメラせっかく離れてくれたんですけど、
時々こうボディちゃんとついてない方もいらっしゃるので、正しいミニッツのボディの付け方もやっておくと、こう前を入れます。はい、そしてここのサイドの部分ですね、この位置にしていただいて、ここからちょっと開きながら押すっていうのが一番いい感じですね。でこの時にモーターのコードとかですね、挟まないように気をつけてください、ね、これで取り付いていれば大丈夫です。はい、ありがとうございます。次回はですね、トリム調整から、実際の走らせながらですね、微調整をして、コースインしたいと思います。はい、それではですね、ご視聴いただきましてありがとうございます。